はい。ということで今回は、はい、ドン。間違えた。はい、ドン。これは普通の方や。はい、ホーネットエボ。ただでさえ人類を脅かすこのスズメバチが2024年進化したそうです。発売から40年の時を経て熟成したホーネットが満を持して四輪独立サスペンション化したということで、タミヤファンとしては捕まえないわけにはいかないということで、モンスターボールを投げて捕獲してきました。草むらにいましたよ。ということで2024年40歳を迎えた皆様、ホーネットと同い年ですね。ある意味ね、万博の年に20歳になるぐらい名誉なことなんじゃないかなと思うわけですよ。知らんけどちょっと前置きが長くなってしまいましたが、今回はこのホーネットエボ、略してホーエッボの気になるあんなところやこんなところをピックアップしながら組み立てていこうと思います。じゃあ行く。このエボね、値段もだいぶエボってて、普通のより約1万円ほどね、エボってるんですよね。その割にね、買う時ちょっとびっくりしたんですけど、パーツの構成が変わってる割にね、重さはあんまりエボってないんですよ。軽ってなった。まあ、そんだけです。上げていこう。ほっ。わあ、すげえいいね。タミヤだね。よっしゃ、パーツ出していこうかね。バッテリーカバーと、サイドフレーム、サイドガードとドライバーさん。これは前のとあんまり変わってないね。メインシャーシ。これはおそらく変わってると思うから、後でちょっとしっかり見ていこう。ホイール、ちょっと変わったのか、変わってないのか、わかんないから、もう全部後で見比べよう。アップライトと六角ハブ、ロアーム。これもロアーム。これが今回の肝になるパーツじゃね。タイヤー、ボディね。これはあんまり変わってない感じかな。いや、フロントのね、カットラインが増えとる。これもまた肝になる部分だね。これはね、 DT02 系ギアボックスそのままだね。説明書意外に分厚い。マスキングシートとステッカー、めっちゃ燃えとるね。そして最後にこの箱、ダンパーのパーツ。パーツバッグ A、最初からフルベアリング。パーツバッグ B、アーム系のパーツかな。パーツバッグ C、見るからにダンパーやね。パーツバッグ D、これはもう最後のボディ周りのパーツだね。あとはオイルダンパーのシリンダー。こっちの短いやつはフロント用。これもダンパー周りのパーツ。サーボセーバー、ギア類、バンパー、モーター、アンテナパイプ。以上。よーし、作っていくよ。まずはデフとかギアボックスの組み立てだね。てかこれもう DT02 の説明書みたいになってるね。やっていこう。はい、これ DT02 ギアボックスあるあるなんですけど、こことこの2箇所のネジ穴、タミヤのツールセットに入ってるちょっと太めなプラスドライバー、これビスに対してはちょうどいいサイズなんですけど、これだともはやネジ穴に入らなかったり、なんとか入るけど回せないんですよ。でこの細い方を使えば入るんですけど、こっちもね、ちょっとビスの頭痛めそうで怖いと。単品で売ってるタミヤのプラスドライバー、なんかあれだったら入るって聞いたことあるんですけど、私は持ってないので、ビスをね、六角のビスに変えちゃいます。これね、ちょっと考えもんだなっていつも思うとこですね。ということで続きやっていこう。
ここでちょっと注意点。ピニオンつける時なんですけど、これ説明書にはギア同士を内側で辛い位置にするっていう風に書いてあるんですよね。なんでかなって思ったら、この位置がピニオンの芋ネジとモーターシャフトが止まるギリギリの位置なんですよね。なのでこれはちゃんと守らないと抜けちゃったりするのかなと思います。で、説明書には指示なかったんですけど、一応ネジロックもね使って止めました。さあアームをつけていきますが、これ見て、これなんか素材の質感もねちょっとサラサラマットな感じ。ちなみにこれが DT02 ノロアームなんですけど、 DT02 よりかはちょっと短め。つけていこう。これでギアボックスとリアの足回りができた感じですね。なんかすげえ短速の DT02 ができたみたいな感じだな、これ。なんか違和感あるけど、まあいい感じ。でもタミヤのエントリーバギー系のね DT03 もこのギアボックスなわけですよ。これがねすごい画期的だと思うんですよね。このギアボックスに足をつけてしまえっていうね、この構造ですよ。これによって高い汎用性を持ってると。で、あとここにねダンパーもつくので、つまりここに ESC と受信機さえ乗っけちゃえば、こいつはこれだけで走るとですよ。だからなんか動力が欲しいと思った時はこのユニットを上手に使えば、とりあえず前に進む力を発生させられるんですよね。でね、私もグラスホッパーに同じギアボックスを使ってこのお殿様スタイルを作った感じですね。なんせね、もうここだけで走りますからね。こいつをつなげることさえできれば、もう前は何だっていいんですよ。素晴らしいですよね、タミヤ。まあまあそんな感じということで、こっからねメインシャーシが登場しますよ。ここの穴というか、ここの補強、これはね普通のホーネットにはなかった部分なんですよ。あとは一緒、裏面にちょっとこういう刻印が増えたくらい、リサイクルのやつちょっとつけてみよう。ここに刺して、んで、うわーすげえ、めっちゃぴったり。これ気持ちいいここまでの工程がバック A の工程ですね。ここからバック B でサーボホーンの組み立てなんですけど、ここは別売りのハイトルクサーボセーバー使っていきます。多分これ使った方が楽なところがあって、なんか純正サーボホーンの場合は穴を 3mm に拡張しないといけないらしいんですよ。で、ここでハイトルクサーボセーバーを使えば、これも穴ちっちゃいんですけど、このちっちゃい穴に入る 5mm のピロボールを付属してるので、穴拡張しなくてもそのままポイッとつけれるっていうね。多分これでいけると思うんだけどな。ということで今回使うサーボはこちら、サボックス
SC1251MG ですね。ちょっとこれは旧モデルなんですけど、でも基本スペックは現行モデルと同じものです。ちなみにね、この MG、メタルギアの略らしいですよ。私ですね、最近サーボはもうほぼサボックスしか使わないんですけど、知ってました？サボックスって会社名じゃなくてブランド名なんですよ。台湾にトライコアっていう会社があって、そこのサーボブランドの名前がこのサボックス。ですごいのが、そのトライコアって小型モーターのメーカーなんですよ。実は日本の大手家電メーカーとか医療関係のメーカーとかそういうところにモーターを卸してるっていう実績を持ってる会社で、いろいろサーボ作ってる会社ありますけど、その中でも中身のモーターから作ってる会社って多分あってもスーパー少ないサボックスを使ってらっしゃる皆さん、お値段以上の信頼性がここには詰まってるので安心してください。まあ余談はさておき、つけていこう。次がメカのせなんですけど、ここはちょっと最後に回します。ということで次のページ。こっからがね、またエボってるポイント。フロントセクション。楽しんでいこう。はい、足がついたよ。いや、このシャーシにこの足がついてるってなんか本当不思議な気持ち。このアームだけ見るとハイエンドっぽいですよね。このアーム形状が本当かっこいいよね。あとこのアップライトってこんな感じで通常組んであるイメージだったんですけど、自分でぶっ刺して作るっていうのはちょっと新鮮でしたね。でちょっとここの縦方向のガタが大きかったので、左右両方に 0.5mm のスペーサーをここに入れました。であとはこのステアリング周りですね。このワイパー式になった感じがね、すごく安心感ありますね。ただですね、これハイトルクサーボセーバーに変えたらちょっと落とし穴があって、サーボからワイパーに伸びてるここのリンクロッドが結構短いせいでサーボセーバーと干渉しちゃうんですよ。これ使うサーボによっても変わってくると思うので、最悪ね、サーボホーンのこの辺りとかちょっと切り落とした方がいいかもしれない。で私はここは触らずにサーボとサーボホーンの間、ちょっと見えないと思うんですけど、ここの隙間にスペーサーを入れました。でサーボホーンをちょっと前に出すって感じですね。とりあえず可動域は確保できたので、これでいこうかなと思うんですけど、ハイトルクサーボセーバーを使う方、あとは使うサーボの耳から頭までの距離でリンクロッドの小細工ぶりが変わってくると思うので、これはちょっと要注意ポイントかなって感じですね。はい、こんな感じで形になりましたね。でもここまで来たらほぼほぼ完成ですね。ほんとね、終始不思議な気持ちでここまで来てしまったよ。でちょっと気をつけていただきたいのが、これリアダンパーのピストン、ちょっと見えるかな、この縁にうっすら一周ぐるっとねバリみたいなのがあるんですよ。で試しにそのまま組んでみたら結構シリンダーに当たって渋くなっちゃったんで、さすがにちょっとここは表面整えてからつけました。ロッドの関係もあると思うんですけど、念のためご注意ください。でこっからね、いよいよタイヤ。これがね、前まで本当に難儀だったんですよ。ぶっちゃけこの工程すごい私苦手なんですよね。でもなんかね、今回からすごいやりやすくなってるって噂を聞いて、本当かみたいなね。ということでちょっと組んでみよう。でもタイヤ自体もちょっと柔らかくなってるような気がする。まずはタイヤにメインのホイールを入れると。これがね、めっちゃしんどいんですよ。
よいしょ。おお、入ったぞ。うわ、これめっちゃ簡単だ。うわ、スッといった。これ今回のすごいね。超簡単になってる。そういえばどっかにノーマルホイールがあったな、旧型の。はい、発見。これがね、旧型のホイールなんですけど、見比べてみると、うわ、全然違う。このメインホイールの太さがね、だいぶ細くなってる。そりゃ組みやすいわね。タイヤ完成。タイヤ組み終わった後の疲労感が少ないぞ。で、タイヤのビスこれ5本ついてると思うんですけど、対角で何周か締めてあげた方が安心感あるかなと思います。よーし、あとちょっと。はい、完成しました。ということで、気になるところ見ていきましょう。ちなみに今回ですね、いろいろ比較もしたかったので、完全ノーマルの状態で組んでます。まずはやっぱり気になるところは、元祖ホーネットとの違い。組み立てながらもお話ししてた部分なんですが、DT02 のギアボックスとフロントの長い足。メインはやっぱりこの辺りですよね。同じメインシャーシなのに佇まいが全然違う。ということでですね、この2台を並べていろいろ比較していきましょう。まず全体的なフォルムで見ていくと、元祖はシャーシ自体は地面とほぼ平行で、ボディ形状的にやや前下がりに見える感じ。エボの方はサスセッティングでも変わってくるとは思うんですけど、初期状態ではリア下がり。並べてるとそうでもないんですけど、単独でエボを見るとちょっと低く構えてる感じに見えますね。で、レイアウト面でも元祖の方はモーターの取り付け位置が少し上目にあって、タイヤの軸よりも前にモーターがあって、さらにモーター重量がバネ下に加算される配置なんですよね。そしてエボは DT02 系ギアボックスにしたことで、リア車軸よりも後ろで低めにモーターがマウントされていて、さらにバネ上にモーター重量が加算される配置。もうこの辺りだけでも走行性能に大きく関わってくると思いますが、それに加えて元祖の方はリジットアクセルなので、リアの足の動きは全然違いますよということで、後ろから見てみるとエボはちゃんと独立してるから、タイヤの設置的にもいい感じ。片や元祖はこんな感じ。分かってはいたけど全然違いますよね。で、私が個人的に気になってたのはトレッド。リアはほぼ同じ、そしてホイールベースもほぼ同じ。ただフロントのトレッド、これだけはね、エボの方がめっちゃ広いんですよ。元祖のトレッド幅がまるっと収まっちゃうぐらい広いんですよね。なのでこの辺でね、さらに操縦性に違いが出てくるんじゃないかなと思いますね。で、エボの方は最新でないにしても、ちょっと前の 2WD バギーのトレンドが詰め込まれて、戦闘力をだいぶ上げたマシンって感じがしますよね。てかエボの後ろ姿超かっこいいね。ボディとタイヤの隙間がちょっと狭くなってるのもあるけど、アーム形状とかめっちゃかっこいいですよね。ただですね、ノーマルで比較した場合の単純なスピードですね。ギア比的には元祖ホーネットが 8.1 対1で、エボが 9.28 対1。元祖の方がちょっと速いギア比になってます。そして重量、元祖が 874g でエボが 1075g。これに関しても元祖の方が優位なんですよね。なので単純なスピードだけで言ったら、多分こっちの元祖の方が速いんですよ。まあ、あくまでノーマルの話ですけどね。この2台でちょうどいいくらいに操縦性重視か速さ重視かみたいな分かれ方をしてる感じで、これは走らせるの超楽しみだね。組み立てに関してはタイヤだけで言うとこの元祖よりは組み立てやすいんですけど、ステアリングのリンク周りの調整だったり、アームを組むのにノギスを使って細かく調整が必要だったり、ちょっと舐めやすそうな感覚の樹脂があったりするので、ビスの締め具合ですね、地味に注意点が多いなって感じがしましたね。なのでですね、初めての1台とか久々のラジコンみたいな方はちょっと注意しながら組んでいただきたいなっていう印象です。優しい顔してちょっと手厳しい感じ、難しくはないのに注意点が多いなって感じでしたね。とはいえですね、組み応えはあるのでじっくり
組み立てを楽しめる1台なんじゃないかなと思います。ということでね、次回走行編元祖ホーネットとエボプラスこの DT02、 この3台を使って私のいつもの練習方法、ダートジムカーナー的な遊びをしながらこちらの3台を比較していこうと思います。終わりー。